人類は失敗している。皆様の絶望と悲しみと怒りと嫉妬と不安と恐怖と拭いきれない欲望と共に寄り添ってゆく優しいチャンネル、ネガティモンチャンネルへようこそということでね、皆さんね、私は皆さんのことがあんまりよく見えませんけれども、さて、ね、今日は世界の問題点についてということでね、またこれも第1弾にしておきましょうかね。いちいち第1弾って書かないとシリーズ化がよく分かってないんでね、なんせ340本以上上げてるんでよく分かんなくなってくるんで、世界の問題点についてね話していこうと。結論から申し上げて、人類というのはもうね失敗しておるのでね、早急に地球ごと滅ぶべきだと思います。まあでもね、僕の大好きなね豚さんとかね、いろんな動物たちがかわいそうですから、人類だけがね撤退すればいいと思います。世界の問題点、私が思うにですね、今の日本も苛まれて攻撃されていますけれども、新自由主義と共産主義、グローバリズムっていうんですかね、過渡期かもしれませんけれどもね、やっぱり良くないですね。新自由主義っていうのは結局あれじゃないですか。人類の問題点としてね、新自由主義とは何かっていうと、ね、企業とその株主たちばっかりね太らせる、超えさせる、利益を膨らませるというね、人類史上始まって以来のね非常に無駄でねバカなことをやってますね、人類っていうのはね。と思うんですよ。国営企業をね売ってというか民営化してね、外国の企業がねそれを買ったり、日本の企業でもそうですけれどもね、民営化してね、企業ばっかり太らせるという悪手、悪い手ですね。悪い手。それをね、世界規模で世界的な大企業、日本の大企業でもそうですけれども、それをやるとどうなるかっていうと、あらゆるサービスが劣化していくんですね。私20年前30年前、これは結局のところ右翼的な考え方でもありますけれどもね、とにかくね資本主義が素晴らしいんだみたいな考え方ですよね。資本主義は素晴らしいのかもしれないけれどもね、国境を越えて、または国を越えてね、企業というものが、会社というものがまたね、そこからチューチューしようとしている株主たちどもがね、美味しい思いをするというのはですよ、結局奴隷である我々労働者だったり庶民だったりっていうのは別に何の恩恵もないですね。サービスは低下するわ、なんでしょうね。グローバリストの新自由主義者のねせいでね、移民はいっぱい流入して治安は悪くなるわ、いろいろなね悪さが起きますね。命の危険にさらされる、経済的にも命的にもね。これもなんでそれが悪いかっていうと、私考えたんですが、結局企業とか株主とかっていう連中ね、中級上級の連中だったり、とにかく企業体っていうのは別に責任を取らなくていいわけですよ。責任の不在ですね。すいませんでした、企業解散しますって言ってね、
トップの2、3人が刑務所に入ればいいみたいなね。最悪それで済むじゃないですか。ところがですよ、崩壊した国家だったり、または治安だったり、またはね、我々庶民のね、ひもじい貧困だったりっていうのは何の解決もされないままなわけですよ。そういう企業体がね、仮に責任を取ったとしてもね、そしてあいつらは大体責任取らないですよね。ルールの上では政府だからみたいなね。結局ルールの上では政府だし、ちょっと違反したりして業績が落ちたら解散しますで済むわけですよね。こっちは済まないわけですよ。人生がかかっているわけですからね。そうだもんでね、そういうことですよ。そして、ね、世界のね、誰とは言いませんけど、何とは言いませんけれども、大きな企業体はね、そう国家に圧力をかけるほどの権力を持ってるわけですよね。システムにも入り込んでね。時に移民をコントロールすることも兼ねてね、いろんな力を国家に圧力をかけて国家の内部にまで入り込んでね、いろんなうさんくさいお薬だったり、いろんなうさんくさいシステムだったりをね、国に圧力をかけて導入させてね、国を弱らせて、そしてあいつらは言うわけですよ。新自由主義者たちは言うわけですね。国家という政府の機能っていうのは小さい方がいいね。規制は緩和した方がいいっていうわけですよね。人類にとってあんまりいいことでは全然ないんですよね。結局国家が崩壊するっていうことはね、国家が弱まるっていうことはね、で脱線してきましたけど、20年前30年前ね、私もなんていうんですか、資本主義的な右翼的ななんていうんでしょうね、著名人だったり思想家だったり、思想家までいかないかな、結局なんていう右翼的な経済を知ったかしているようなね連中の本をたくさん読んでたんですけれどもね、そいつらはね、日本のバブル崩壊はこうして起きたからね、大体政府が悪いみたいな論調でしたけど、だから規制を緩和しないといけないみたいなね、そんなことを言いつつね、日本はライジングサンする、復活するみたいなね、余裕で復活する、日本は強いんだ、なんなら世界一なんだみたいなね、そういう内容の本やね、著名な連中は言ってましたよ、本当にね。私もそれにすっかり騙されました。日本は強いんだな、すごいんだなみたいなね。そして悪いのはね、政府である。政府は小さくあるべきだみたいなね。そんなことを推し進めね、結果が出ましたよ。あれから20年30年ね。日本は全く成長しない、全くね、地獄のようなね、世界に取り残されたね、ろくでもない国になりましたね。右翼的な新自由主義的な考え方の連中がね、実は売国であった。国を売っていたグローバルな企業だったりね、企業をとにかく持ち上げてね、そして庶民は弱らせて、そして国家も弱らせた、そんな30年40年ですよね。40年前から30年ぐらいですよね。そしてあれなんですよね、そういう新自由主義っていうのは不思議と共産主義だったり左翼的極左と極右はよく似てるって言いますけれども、本当によく似てますよね。そこもね、注意点として述べておきたいと思いますけれども、似てますよね。なんて言うんでしょう、今の日本のね左翼的な政党がね
権力を握ってね、国家権力の交代が起きたとするのならばね、そういう左翼的な連中はなんて言うんでしょう、 LGBT よろしくね、ポリティカルコレクトネスね、ポリコレよろしくなんて言うんでしょうね、結局は権威主義、今の中国だったりロシアだったりみたいなね、もうそう共産主義までいかないけれども、まあ実質こう一つの政党だったり一つの権力者がね権力を握ってねこう庶民たちをね制圧しながらコントロールしていくという権威主義ね。まあ今共産主義とは言わないんですかね。つまり権威主義に傾いていくでしょうね。そしてなかなか規制だったりとかねコントロールしようとしたら国家は大きくならざるを得ませんからね。国家は大きくならざるを得ない。それでね我々庶民がなんか助かるような感じもしますけれども、結局のところ土地だったりとかね、逆に大きな企業を解体して外国に売り飛ばしたりとかね、土地も売るし、なんていうんでしょう、なんだったら選挙権だったりね、いろんな権力をね、そういう権威主義国家たちと共有するぐらいの勢いで売り始めるんでしょうね。沖縄は共同管理にしましょうみたいな話になるかもしれませんね。だから売国を売るという意味合いにおいてはですよ、国を売るという意味合いにおいては、売国という意味合いにおいては右翼的な新自由主義も左翼的な権威主義共産主義もすごく似てますよね。国を売るという点においてはもう一点突破でね、そしてどちらの体制になっても多分ね移民歓迎でね、そうどしどし移民をね流入させるという多分最悪な治安になっていくんじゃないですかね。そこでいろんな衝突だったり問題が起きてね、それで世の中ね、今の時代の流れ、人類の流れで一番良くないのはポリティカルコレクトネス的なね、 LGBTQ 的なね、こうなんて言うんでしょうね、おかしいことにおかしいと言えなくなってきてるね。何ハラ、セクハラ、パワハラを筆頭にもうね、何でもハラスメントな世の中になってきてますからね。何も言えない庶民たちはいいダクダクとね、右に寄ろうと左に寄ろうと、そう権威主義的なね国家権力が増大しようとも逆にそれが削られてね、そう上級国民、企業体ね、あと株主的な連中がねグローバルにチューチューお金を吸うようなね、そういうろくでもないね新自由主義的な社会などっちに触れてもね庶民たちが一番苦しむという形になるんでしょうね。我々ね地獄のような小人、つまり小さな人、つまり貧困者たちね、もう大多数ですよね。どっちの主義に傾いてもね、8割9割の人は苦しむわけですよ。治安の悪化と貧困と、そうあと社会的な混乱と、そして声を上げようにも団結してねレジスタンスしようにもね、この世の中的なねなんかこう暴力は絶対許さないみたいなね、ハラスメントは絶対に許さないみたいなね、そういうろくでもない風潮に振り回された挙句ね、我々庶民が一番力を失っていくというね、これが世界的なね今の流れだと私ネガティブマン考えます。申し遅れました。私世界を滅ぼすために命を捧げているネガティブマンでございます。ということでね、難しい話のようで単純なんですよね。
そう人類は失敗したんですよ。そしていやいや人類は今過渡期にあるから世の中はこれから良くなっていくんだっていう風にね希望を持って考えたい気持ちもよくわかる。私もねそんな時がありました。ただもうどうですか、ちょうどいい中間をとって庶民も豊かでね健全で安全でねみんなが笑い合いながらね幸せにそうできるだけ労働は今の100分の1ぐらいのね豊かでゆったりとしてみたいな世界の実現ね不可能じゃないですか。皆さんどうですかそうだもんでねもう人類はもうそうこの世界を諦めた方がいいと思うんですよね。人類は失敗したんですから。これから進んでも権威主義的な国と新自由主義的な国との争いになってどうでしょうね。庶民は振り回されてあちこちで死ぬことになるでしょうね。戦争になってもね。意外に第三次世界大戦は近いのかもしれませんね。とにかく一番の問題はね権威主義に傾こうと新自由主義的な考えに傾こうとですよ、ね、人間の欲望というのが際限なくろくでもない以上ね性欲もたっぷりねそうね人間の欲望というものがねこれだけ際限がない煩悩の塊である以上ねろくでもないね歯止めは効かないと思います。ちょうどいい感じの主義主張的なね思想的ななんて言うんでしょうね人類の全体幸福みたいなことにはならないでしょう。結局欲望がね人よりいい生活をしたい豊かになりたい気持ちよくなりたいみたいなね人類の全体幸福というのは訪れない非常にね皆さんもご承知の通りね薄汚く醜い世界がこれからもずっと続いてねまあねよっぽど第三次大戦があった方がね人類が意外とね反省するのかもしれませんけれども二次大戦のね第二次世界大戦の反省というものを全くね生かしきれてないこの時点でねまた欲望たっぷりにね台頭してきているこの世界ねせっかくここまでねいろんな科学技術だったり通信技術だったりっていうのをねそれでうまく生き始めた世界ですけれども結局ねまあインターネットもね元はといえば二次大戦ね世界戦争進化論にあるようにね戦争の技術から生まれてますからね人類はこうやってボロボロになりながら進化していくしかない。しかしその過程において我々庶民ね薄汚い奴隷労働者たちはずっと苦しむ。しかも8割9割苦しむわけですからもうね神様または宇宙人的な実験者は人類を滅ぼすことを真剣にね考えていただきたいということで今回世界の問題点第1弾新自由主義と権威主義について述べてみました。それではチャンネル登録といいねボタンよろしくお願いいたします。世界を滅ぼす励みになります。それでは恒例のじゃんけんいってみましょう。負けないぞ。じゃんけんポンということでね眩しいということでね明日にも今日にも世界が滅びますようにネガティブマンでした。